はい、リラクゼーション整体スタートします。今回は触診です。触診、組み立ての原則。前回はね問診でしたよね。今回は触診です。触診の意味はゆみちゃん分かりますか？何ですか？言ってください。はい。触れてお体の状態を確認すること。その通りですでもね、だからうちらは当たり前かと思ってるけど、知らない人いるからね、実際に視聴者の人たちでも。だってうちらはね携わってるので当たり前に分かるけど、分からない人って触診ってどういうことって、問診ってどういうことって思うからね。ならちょっと一応ねそういうのを話しながらねいやもう全然難しくない。主訴の部分を触って確認することだよね。で、この前問診の時に言いましたけど、問診していろいろ話を聞いて触診ね、実際触ってみて、で施術して、その施術中に触診また確認するわけで、痛みの確認とか辛さの確認をして、最後問診でここでアドバイスできれば一番いいよね。こういうのやった方がいいですよって。これがうまくいくと本当にリピーターになりやすいし、信頼関係が生まれたりするので、これをしっかり頭にまず叩き込んでくださいということです。あとね、施術の組み立ての原則でまだあります。2があります。ちょっと話していきますね。原則1、患部がかなり痛い場合は触らないでください。わかる？例えばぎっくり腰で超痛いところがある。そこ触ったらビャーンってなっちゃう。そこは触れないですからね。ビャーンってなっちゃったらもうまたグワーって固めちゃうので、もう施術しづらくなります。だから患部触るときは手の甲でこう後ろでこう腰に当てたりします、私は。で炎症があるか熱さがあるかをチェックします。ぎっくり腰の人は大抵ね温かくなってる人が多いです。すごい熱いとちょっと施術不可能な場合があるけど、ちょっと暖かいとかいう人が多いんで、そういう人は全然できるので、実際やった後に確認すると冷たくなってるんです。そういうもんなんです。不思議だよね、そういうのね。なのでまず痛い場合は触らない。あとその場合はやっぱり関連してる部位を狙うよね。腰だったら例えばハムストリングとか、臀部とか、あとはねツボとか捉えたりして、位中とかね、膝の裏のねこの前やったとか、他の部位を狙って遠隔で改善しましょうみたいな感じのイメージだよね。で原則2です。回数や圧加減には個人差があるのでマニュアル的な感覚は行わない。これものすごい大事じゃない？これね、ある程度ベテランと言わないか、例えば5、6年選手とか7、8年選手とかでも「白先生これ何回やったらいいですか?」って聞く人いるわけですよ。いや何回とかじゃないからみたいな。現場違いますからね。例えば肩こりの牽制のツボ、練習では3回押してください、5回押してください、それを3セットやってください、例えばあるけど、現場違うでしょ。ここが辛かったら1000回でも1万回でもやれよって話になってきちゃうわけですよ。口悪いけどねそうなるわけですよ。だってここが辛いんだからここ改善したいわけでしょ。でも実際はあれですからね、ここ一生懸命もんでもなかなか取れないですからね。ここじゃなくて違う部位を狙うっていうのが実際今度ね実践編になったらその辺を出していきますので、そういうことがあります。マニュアル通りにやらないでください。実践はね。はい。原則3です。長時間行うことが良いのではなく、短時間でも回数を進めた方がいいです。わかります？例えばお客さん延長したいです、そこが辛いんでもっとやってほしい。例えばその人がまたリピーターとして来れるような状態であれば、その時終わっちゃってまた例えば何日間後に来てくださいとか言った方が本当はいいわけですよ。じゃなくて、例えば出張で来てるとか言ったらそういうことはできないわけじゃん。また戻っちゃうので、そしたらその場合で延長してもいいんだけど、基本的にはもう長時間やることはダメなんですよ。それは特に痛み改善の人はそうですね。痛みが強いからって長くやろうとしてもいいことないです。どっちかといえば反比例してます。治療系の人たちはパッとやっちゃった方が改善は早いんですよ。知ってました？反比例してる、リラクゼーションと。だから本当に治療系でやる人だったら私もそのやってた時期があるので、本当に短い時間の方がいいですよ。もう30分いったい施術はガンガンやらない、軽めにやる。
でもそれで体って結構意外とさっさってやっただけで動くんですよ、不思議と。それぐらいでも変わるんですよ、いろいろ。そういうふうな痛めないようなやり方をやって回数をやってもらうっていうのが一番いいですね。長くやらない。はい。原則4、はい。施術中にお客様の体調が良くないと判断したら施術をやめる。これ先ほど問診の時に言ったそういうなんかすごい辛くなってくる人今まで何人かやっぱりいました。なんかやればやるほど辛くなっていくような感覚、気持ち悪くなっちゃう人、実際吐いた人もいます。私出張なんで自宅で吐く。でも出張の私持ってたバッグに吐かれたことはないで、開いてたから中にも入っちゃってもう捨てちゃいましたね、バッグね。そういうこともあるので、気づいた時にすぐ言って「大丈夫ですか?」声かけることもすごい大事だよね。あとうつ伏せが気持ち悪くなる人多いからね。あとお酒飲んでる人たちとかも軽くなったらねまだ範囲なんですけど、お酒結構飲まれてる人は本当は施術しちゃダメなんですよ。本当はなんて言うんだろう、もうお酒飲んでるとこの痛みの神経とかも麻痺してるんで、いくら強くやっても効かないわけですよ。もっと強くやってみたいな。今まで何回もありました。やっぱパーティーに呼ばれて施術したこともあるんで、パーティーでこっちで何十人かパーティーしてるんですよ。で一人ずつこっちでやるわけですよ。お酒飲んでガンガン飲んでるんですよ。もうすごい嫌だった。もうそういうのはいかないと思った。でもそこで今でもつながってるお客さんは2人それはもうパーティーとかじゃないんで自宅に行ってやってるんで全然いいんですけど、その場でやることがすごい辛かった。みんなが楽しそうでわーってやってる中、1人ずつ40分ずつだったかな、何人やったの、10人ぐらいやったのかな。いやありますはい、そういうことですね。施術中体調が良くないと判断したら施術をやめる。声かけてくださいね。大丈夫ですかってね。原則5、これが一番大切になります。さあゆみちゃん何でしょう。考えてなかったでしょ。何にも考えてなかったでしょ。頭に叩き込んでください。もう書きます。これ一番大切なんで。一番大事。原則としてね、一番大事。これが一番大事です。これ分かってるようで分かってないからね。ここは極められるかどうか。どう読んでください、大きな声で。さあこれどういうことを言ってます？さっきから言ってるあれだよね。だから癒し系できたのか治療系できたのか、その割合をこちらが把握するってこと。割合ね。本当にリラクゼーションに来た人で寝たい人もいるからね。寝ちゃうと良くないっていう人もいるじゃない。でもお客さんで寝たい人もいるから寝させてください、そういう人は。あとは例えば当たり前のように問診して当たり前のようにうつ伏せになってくださいっていうのも NG だったりする場合がありますからね。お客さんによってはうつ伏せが苦手な人、嫌な人もいるわけですよ。そうやって言われた時は実際じゃあうつ伏せになってくださいって言った時にお客さんうつ伏せ苦手なんですねって苦手なんだよねって言ってくれればもう普通に仰向けだったり横向けだったりするわけですよ。でも中には大手リラクゼーション店でうつ伏せからスタートするのでうつ伏せでお願いしますって強引に言う人いるわけですよ。おっしゃってるのに。いやそうなんですよ。それしかわからないから、やり方マニュアル通りだから。それをねお客さん何人も言われたことあります。私出張で行った時になんか横向きとか多分あれはできねえから言ってんのどうなのだみたいなこと。それ多分マニュアル通りやってるのでそうなっちゃいますねって。でもそのお客様は実際にうつ伏せでガンガンやるとヘルニアなんですよ。
腰が痛くなっちゃうのが分かってるので、私も分かってるので、それ確かにうつ伏せつらいですよねとかで、うつ伏せで背中ガンガンやられるとどんどん腰痛くなってきますよねって言って、そうなんだよっつって、もうそれでもうつかみ OK、 私的にはね、お客様との信頼関係が生まれるわけです。それで横向きなんですよ、圧倒的に。90分でも横向き45分、反対45分で終わりです、その人は。それでもう大満足。そういう人もいるので、常にお客さんに合わせる手術をここががける。これ叩き込んでください、頭に。本当に常に叩き込んでください。合わせる、何を求めてきてるのかが違うので、人によって本当に違いますからね、ここは。はい、ということで実際にじゃあゆみちゃんちょっと触診していきますね。ゆみちゃんの体をじゃあうつ伏せでお願いします。はい、ということで触診していきますね。手元見れた方がいいと思うので、私がちょっと見えなくなっちゃいますけど、まずまっすぐ寝てない人がいたら触診してもねじれちゃってますからね、まっすぐか確認してください。まずね、触診する前にね。はい、ゆみちゃんの体は全体見て、これはまっすぐ寝てますね。まっすぐ寝てるけど、この洋服のシワでねじれてるのがもう分かるわけですよ。洋服のシワでみんな分かるかな。ちょっとゆみちゃんのねじれをぜひ見てください。さあ皆さんどうでしょうか。はい、これまっすぐです。洋服のシワとか見えますかね。見えないかです。これで分かる人はちょっとやっぱベテランだよね。どっちにねじれてるねっていうのが分かればベテランです。はい、まずうつ伏せにさせました。まっすぐ寝てます。はい。でここで重要なのは、さっきから言ってるように時間をかけない、パパパッとできるようにしましょう。最初は練習なんで時間かけていいです。もちろんかけていいです。どんどん練習していくうちにパパパッと1分以内ね、だいたい分かる人は30秒以内にねやるようにしていきましょう。まず主訴を触る。ゆみちゃんどこ辛いですか。腰が辛い。はい、腰が辛い場合、まず腰触りましょうね。腰が辛い人は下が辛い人と上が辛い人といます。上が辛い人は大抵姿勢が悪い人です。下が辛い人は大体椎間板とかに異常がある人が多いです。で触って痛みの確認をします。ここ痛みありますか。痛いです。右こっち痛いですか。こっちは両方痛い。はい、両方痛い。でもどっちが強い痛み。こっちとこっち。右の方が辛い。右の方が辛い。はい、触診ですから、ここで右が辛いということをまず把握しましょう。はい、次に腰、まずね、腰がつられたら腰触りますよね。その後、脚長差見てください。脚長差っていうのは、これ足。まず足の長さをね、こうやって見ましょうね。ゆみちゃん、これ右の方がね、若干短いでくる。いつもそう言われる？そうですね。若干短い。こうやった時に、これが一つの目安ですけど、右の方が若干短いわけですよ。ここが。はい。あとまず腰痛い人はこれやってください。これ痛みある？痛みある人、これもまさに椎間板が詰まってる人なんですね。何か異常がある人、これも触診のうちの一つです。腰痛い人バージョンですよ。で肩の場合は、主訴が肩の場合、主訴が肩の人の場合は、こっちの僧帽筋上部、上が硬いんで辛いのか、この肩甲骨筋ね、肩甲骨筋のこっちの肩甲骨の上角、ここが硬いのかね、これがあった方が分かりやすいので、はい、肩こりの人はまず上が僧帽筋上部が硬いのかチェックします。実際右の方がゆみちゃん硬いです。痛い。左と右どっちが痛い？右が痛い。はい。で肩甲骨あって、肩甲骨のこれ赤い部分が肩甲骨筋なので、ここを触ります。ぐーっと。これは気持ちいい。こっちは気持ちいい。両方。でもどっちかといえば右。やっぱ改善したいのは右なんで、右の方が気持ちいいわけですよ。っていうふうに肩こりの人は肩甲骨か僧帽筋、肩甲骨かじゃないです。肩甲虚筋か、ここのね赤い肩甲虚筋か僧帽筋か、あと肩甲骨の内側がつらい人います。ここをちょっと押してください。これ痛くないですか？辛くないですか？左右差も見ます。ゆみちゃん自体は
こっちとこっちはあまり感じ変わらない？凝ってる感じ。こっちが凝ってる感じがする。右をやってほしいからそういう感情になるっていうのはあるわけですよ。でも実際はね、わざとこう筋肉を横にずらすわけですよ。で凝りの確認をするんですよ。両頸筋ね、ここ両頸筋、やっぱり右の方が硬いね、これがこっちはねそんなないんですよ。ここにほら、すごいバリバリになってます。だから主訴が腰だけでも右の肩甲骨っていうか右の肩こりもあるわけですよ、実際はね。結構右の肩こりで腰が痛くなってる人も中にはいたりするので、その辺注意ですよね。それチェック。はい。であとチェックすると、はい、ここで大事な骨盤ですよね。骨盤、今腸骨と合わせてください。このね筋肉図と合わせて。でゆむちゃんが痛がってたね、ここ一番下の部位なんですよ。でここは痛みあります。その人の骨盤がどうなっているのかを 見たいので、まず仙骨上部確認です。仙骨の高さ見ます。仙骨一番高いところね、ここ尾骨4番3番2番1番がめり込んでます。中にグッと入ってます。ここでねちょっとジーパンのこの硬い部分とかあるんで、これが邪魔したりします。そこをなるべくなんていうんだろうね、触っちゃうんだけどこのないように感じでやってくださいって感じ。実際はこれがあるわけですよ。これがこういうのが、でもこういうのがあるという過程で触診してくださいね。まず仙骨の高さ、こう触った時にゆむちゃんが会った時に左の方が高いです。はい、次座骨ですね。座骨はね後ろから取った方がいい。はい、座骨というのはこの筋肉図のねこの骨のここです。ここ伝わってないな、ここです。こうヒュッと触った時にどっちの方が上方に行ってるか下方に行ってるかを把握します。最初は分からなくても触る癖で、でもねここねちょっとお客さんもびっくりする部位なんで、ちょっと座骨触りますって言ってあげた方がいいですね、ゆむちゃんね。はい、こうスーッとやった時にゆむちゃんは圧倒的に右の方が下方で左が上方に行ってますっていうのが触診の一つですね。はい。あとは全体的なねじれを見ます。ねじれ、これは後ろから見せた方がいいかな。はい、全体的なねじれ、体の全体的なねじれ、最初に言ったように洋服のシワとの関連があるんですけど、こうした時に骨盤自体って歪まないわけですよ、交通事故でなんか壊れない限りは。なので骨盤が例えばですよ、こっちにこうねじれてる人っていうのは左の起立筋が高くなります。骨盤自体の全体的なねねじれのこと言いますよ。骨盤自体が歪むじゃないですよ、全体的なねじれの話ですよ。こっちに入ると右の方が張りが強くなります。これを基本ベースでありますので把握してください。ゆみちゃんは圧倒的に前から言ってるように起立筋をこう触っても分かりますし、もう見た目で分かるんですけど、右の方が下方に行ってます。完全にこっちになっちゃった。そうすると右の骨盤が前ということになります。右の骨盤が前方変異していると考えます。前に行ってます。だからゆみちゃんはこっちがこうした方が戻る方向ってことですね。すると本人も楽なんだよね。で楽だよね。で起立筋の高さもここで一緒になるわけですよ。これが触診になります。ここまでがポイントかな。で脚長者については足の長さが右の方が短いっていうことに関しては原因がいろいろあります。足の長さってだから私の中では一つの目安としてしか考えてないわけですよ。パフォーマンスとはちょっと言えないけど、実際にお客さんであんまり足の長さ短かったら写メ撮ったりして実際見せて、施術した後に戻ってる整ってるかどうかっていう目安として使うだけなんで、実際短い原因が例えばじゃあ右足が短いから右足に原因があるのか、左足が逆に長いのかも違うでしょ。どっちなんだって言っても分からないわけじゃない。でも実際に右短下肢って言って短い人は
結構ね股関節が固まってる人が多いです。で引っ張られて短いとか、骨盤の AS とか PI とかこういうのでもあるんですけど、それだけではね判断がしづらいわけですよ。基本的にだからゆみちゃんの場合は前方変異ってこうなってるわけですよ。こうなってるのでこう引っ張ってってるのかっていう考えもあるしね、分かる言ってること。反対にこうなるとじゃあ伸びんのかって話になっちゃうんですよ。ASPI になると足が伸びるのかって話になるけど、そこの把握はねリラクゼーション整体はねやりながらできるので、そんなことよりこっちの全体的なねじれの方がすごい大切になります。それを取った時に右足の単価しかすぐ取れると思います。なのでちょっと軽く施術して一瞬ですよ、ちょっと10秒ぐらいやって取れるかどうかチェックしますね。はい、単価しゆみちゃん、ねじれを取る方向にやるわけですよ。ねじれを取る方向っていうのはこっちになるわけですよ、ゆみちゃんの場合は。でここ伸ばしてこれ、これだけで足の長さが変わったかどうかチェックしますね。ほらもう全然逆に右足の方が長いです。これだけで変わるんですよ実際で。ねじれはまだ残ってますけど、これだけで単価肢は戻るんで、あんまりだから気にしてないんです私の中ではね、そういう意味で。はい、あと肩こりの人は肩甲骨触ってください。肩甲骨の動きも見ます。ゆみちゃん動いてるね。これがね動かないわけですよ。で今こう触った時に左の方が動きいいです、右の方が動き悪いです。こういう確認も必要です。これでも脇の方のね肩甲骨がこうなってます。これのちょうどこの小円筋大円筋ラインをこう触ってこう上に上げます。肩甲骨動く人は動きます。動く人は肩こりがそんなに辛くないですね。本当に肩こりする人、これが固まってます。肩甲骨自体が動かないです。それを左右差を見てくださいって話ですね。動き、肩甲骨の動き、こう指でやると気持ち悪い人はってなる人は手のひらでこう上げてください。で動きをチェック。これも触診に入りますね。この今言った流れのパパパっていうのを30秒ぐらいでやるわけですよ私は。ちょっと全体の流れでじゃあやってみましょうね。じゃあちょっと実際の現場で30秒から1分ぐらいの間の私の実際にやってる触診の仕方いきますね。はい、じゃあゆみちゃん腰だっていうので腰という過程でね。はい、じゃあいきます。スタート。はい、腰つらいですか？この辺つらいですか？この辺つらい。これが痛い。こっちは？この上の方は？はい。で実際、はい、単価肢チェックして、はい。これ腰痛いですか？これ痛い。はい。で実際肩甲骨もこう触って、これ右の方がすごいね。はい。これでもうチェック終わりなわけですよ全体の。もうだから実際に骨盤とかは触る練習は最初してくださいね。立体的にイメージできるので。